はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい、今日はですね、私が最近長野県に家族旅行に行きましたので、そちらについてお話ししたいと思います。はい。3月20の日曜日と21日の月曜日、この2日間で、1泊2日ですね。で、家族旅行に行きました。はい。私の両親が行きたいって言い出して、一緒に行こうって言われたから、もう仕方がないなって言ってね、ついて行きました。はい。3月31日が日本の祝日、前回のエピソードで紹介したんですけど、春分の日いつもどっちか分かんなくなる。春分の日だったので、行ったんですけど。で、何をしたかというと、長野県の長野市で一泊しました。はい。新幹線で行ったんですけど、長野市に行って、善光寺という有名なお寺があるんですよ。長野市の駅からね、長野駅から歩いて20分ぐらいかな。ちょっと遠いけど全然歩いて行ける距離にあるんですよね。で、私初めて行ったんですけど、なんで両親がこのお寺に行きたいって言ったかというと、なんかどっか旅行行きたいねって思った時に、亡くなった、一昨年に亡くなった祖父と一緒に行ったその長野県の善光寺っていうのを思い出して、もう一度行きたいってうちの母が思って、で今回行くことになりました。でね、この善光寺っていうのが、知らない方結構多いと思うんですけど、どんなお寺かというと、作られたのは552年だっけな。552年。はい。ってことは1400年とか1450年前ぐらいにできてる、すごく古いお寺なんですよね。そう。で、日本ではその仏教が伝わった時に、グループができたんですよ。グループって言ったらおかしいですけど、どの宗教にもあると思うんですけど、日本では例えば仏教の浄土宗とか浄土真宗、日蓮宗って言って、なんていうの、宗、グループみたいなのがあるんですよ。その宗によって、宗派って言うんですけど、その宗派によって、行けるお寺が違うんですよ。例えば、どこだろうね。京都の有名なお寺だと、ここは浄土宗だから、浄土宗を信仰してる人、信じてる人しか行けないとか、いろいろあるんですよね。正直自分の家族が何宗なのか私ちょっとわかんない。多分浄土宗か浄土真宗なんだけどね。とか、あんまりね、本当に申し訳ないんですけど、日本人はそういう宗教には疎いので、わかんないんですけど、そういう宗派があるんですよ。でも、その、長野県の善光寺っていうお寺は1400年も前に作られてて、まだ宗派とかがまだできてない時に作られたので、その宗派がない無宗派のお寺として誰でもね、行けるお寺なんですよね。はい。っていうことで、昔から有名。で、そこのお寺の中にある、ご本尊って言われる、ちっちゃい仏像みたいなものですね。ちっちゃい仏像があって、その仏像が日本最古の仏像って言われています。一番古い仏像ですね。はい。それがめっちゃ、なんていうの？ありがたいというか、縁起がいいというか、はい。やっぱり、レアですよね。珍しいっていうか、最古だからね。ただ、その像っていうのは、今までで誰も見たことがないんだって。やばくない？絶対、絶対秘仏っていうのかな。絶対的に秘密の、仏って書いてあって、絶対秘仏って読むと思うんですけど、誰も見たことがない。だって。そう。で、そんなことあり得るのって思うんですけど、そのお寺で、住んでる、お坊さんとかも全員見たことがない。今までで誰も見たことがないものがご本尊があるんですって。本当に存在するかもわからないぐらい
らしいですよ。一応歴史には書いてあるから存在するらしいんだけど、しまってある。すごくない？誰も見たことがない最古の日本の仏像があるっていうね。はい。っていう感じで有名なんですよね。で、まだ善光寺にはいろいろなお話があって、牛に引かれて善光寺っていう、まあ、ことわざみたいなのがあるんですよ。牛に引かれて善光寺。まあ、牛に引かれて善光寺参りって言ったりもするんですけど、まあ、これどういう意味かというと、あるお話があって、まあ、昔々、あるところにおばあさんが住んでいました。はい。で、そのおばあさんは善光寺の近くに住んでたんですけど、全く信仰心がない。で、一回も善光寺に行ったことがなかったんだって、そのおばあちゃんは。で、そのおばあちゃんがある日、川で洗濯かなんかをしてた時に、その布、まあ、なんていうの、布なのかな、服なのかわかんないんだけどな、布を牛に取られたんだって。で、その牛の角にその布が引っかかって、牛が走っていっちゃったの。で、おばあさんが待ってーって言ってその牛を追いかけて、牛を追いかけて着いたところが善光寺だったんだって。で、結局その牛は、その仏様で、そのおばあさんが一回も善光寺に来たことがなかったから、その牛がおばあさんの布を取って、おばあさんを善光寺に連れてったと。で、それから、そのおばあさんは、そのありがたいことだって言って、善光寺に毎日、その、参るようになって、信仰心を深めたことによって、極楽浄土に行けましたっていうストーリーがある。極楽浄土っていうのは、まあ、死んだ後の世界の、まあ、天国みたいなとこですね。極楽浄土。うん。っていうのが、牛に引かれて善光寺っていうストーリーの、まあ、元のお話になります。はい。これがすごく有名なお話なんですよ。で、今でもその牛に引かれて善光寺っていう言葉は、ことわざで使われてるんですよね。まあ何かいい、なんていうの、偶然に何かいいご縁が、ラッキーなことがあって、いいことが起こることを表すときに、あ、これは牛に引かれて善光寺だねって言ったりするんですよね。はい。っていう、なんかまあいろんなお話がある善光寺に行きました。はい。まあ行ってみてね、やっぱすごいね。そんだけ歴史があって古くて有名なお寺だからめっちゃでかい。めっちゃでかい。で、たくさん人がいて、やっぱお土産とかもいっぱい売ってて、すごい久しぶりになんかこう、旅行した感じ、日本を旅行した気持ちになりましたね。はい。で、その、さっき言った絶対に誰も見ることができないご本尊がしまってあるところがあるんですよ。で、それも見ることができないんですよ、本当は。ただ、その、誰かがまあ、なんていうの、お寺にお金を払ってというか、その寄付をして、お経を読むことによって、10秒だけね、その、なんていうの、ご本尊は見れないんだけど、ご本尊がしまってあるもの、まあ箱みたいなものを見ることができるんですよ。10秒だけ。で、いつもは、その、しまってある箱の前には幕が下がってて見れないんですよ。カーテンみたいなのが下がってて。で、そのカーテンっていうのもすごいなんか大きい竜が書いてある、なんかすごいキンキラキンのかっこいいものなんだけど、今回、その、なんていうの、その寄付をしてお経を読んでいる人がいたから、その後ろで私たちを見ることができたんですよ。そう。で、10秒しか開かないからよく見てくださいねって言われて、私たちは後ろの方にこう、家族で座って、そのお経を読んで、で、そしたらそのカーテンが上に上がって、なんかまあ、箱みたいのが見えたんですよね。で、私目悪いからなんか全然見えなくて、なんだあれみたいな。で、なんだろうってお父さんと喋ってたら終わったみたいな。幕がこうパーって降りて、終わったみたいな感じ。で、その箱の中にそのご本尊があるんだけど、まあ、誰も見たことがないっていうもの。ですって。まあでもその、なんていうの、そのカーテンの奥のその箱を見た人も極楽浄土に行けるっていう風に言われてるらしくて、まあ私はもう極楽浄土に行けるらしい。そうそうそう。で、もう一つ面白いのがあって、そのお寺の下に通路があるんですよ。その通路の中を歩くと、まあ、お金かかるんですけど、通路の中を歩くと、その、ご本尊がある
そのなんていうの、箱みたいのを開ける鍵があるみたいな。それに触ると、また極楽浄土に行けるみたいなことを言われてるらしくて、まあいいことが起きるみたいなね、やつですよね。それもできるんですよ。はい。で、まあやろうよって言って、靴とかを全部脱いで、その中に入るんですけど、で、階段を降りて、その通路があって、で、まあ最後、だいたい5分10分ぐらいその中を歩いて、その一箇所だけその鍵があって、それをタッチすると上に上がって終わりみたいな感じなんですけど、真っ暗で何も見えないのね。超怖くて、なんかちっちゃいランプとかが床に置いてあるんだけど、前に歩いてる人が見えないぐらい暗い。で、左手に必ず荷物を持ってください。で、右手をずっと、なんていうの、その、部屋の右側をタッチする。壁をタッチして歩いてくださいって。触りながら歩いてくださいって言って。で、真っ暗の中みんな一列になって、左側にみんな荷物を持って、右の壁をこうタッチしていく。で、そうすると途中で、その右側に鍵があるんだって。で、それを触るみたいな。まあでも鍵って言っても実際に私が触ったのは、ドアノブみたいなところでしたね。ドアみたいな。多分それを開けると、ご本尊につながるみたいな感じなんですね。でも開かないよ。触るだけね。そう。で、本当に暗くて、でもうちのお母さんが前にいたんだけど、どんどん進んでっちゃうの。で、私怖くて全然進めなくて。でも後ろに私のお父さんが、もうどんどんぶつかってくるのよ。お父さんも、目が見えないからさ、暗くて。私にどんどんぶつかってきて、早く行けよ、みたいな。で、まあ、触りながら、で、奥の方とかで、なんか、キャーとか言って、悲鳴が聞こえるのね。まあ、多分そのドアノブにタッチした人がびっくりして叫んでるんだろうけど、アトラクションですかみたいな。なんかちょっと、お化け屋敷じゃないけどさ、ちょっと怖かったね。うん。まあ、でも面白かったです。はい。ぜひね、皆さんも長野に行ったら、ぜひこの善光寺、お参りしてみてください。結構面白かった、私的には。まあ、私はその、やっぱりその宗教に関しては疎いんだけど、やっぱそういう歴史があるものとか、そういう昔から伝わってるお話っていうのにすごく興味があるから、面白かったですね。はい。ね。まあ、そんなお話でした。はい。まあ、今回の旅行はね、本当に久々に両親とね、長野県に行けたので、とても楽しかったです。はい。じゃあ今日はこんな感じで、長野県の善光寺のお話でした。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてください。で、今回のお話は早いし、結構難しいので、トランスクリプトを見て勉強してみてくださいね。はい。あとですね、今回から、難しい言葉っていうのを、なんていうの、ちょっと選んで、言葉リストを作ろうと思います。意味と読み方をスクリプトの下に書いておこうと思いますので、ぜひ勉強に使ってみてください。で、ペイトリオンの方限定で、イディオムや、フレーズもペイトリオンの方が見れるようにしたいと思います。なので普通の皆さんは、単語だけで、ペイトリオンのメンバーはイディオムとかも見れるようにしたいと思いますので、ぜひチェックしてみてくださいね。はい。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。YouTube でね、私ゲームライブを始めましたので、週に1回か2回できたらいいなと思ってますので、ぜひご覧ください。アーカイブあります。はい。あと、なんだろうね。あと、Patreon ですね。こちらのメンバーも募集しております。はい。じゃあ今日はこんな感じで、また次回。さようなら。